こんにちは、大輔です。本日はパンデミックの中で叶わなくなった海外旅行について再開の時期をじっくりと深掘りしていきたいと思います。ラインナップはこちらになります。1、観光再開の時期についての日本政府のコメント。2、国際線フライトは復活できるのか。3、あり得るシナリオ3選を徹底予測。早いものでして、もう年末に差し掛かってきてしまいましたよね。皆さん2020年の暮れはどのようにお過ごしの予定でしょうか？いつもでしたら1年の疲れを癒しに奮発して南の島に行ったりですとか、東南アジア圏の格安ツアーを自分で組んだり、あとはね、年末年始は北米の業界イベントに参加するとかね、本チャンネルを見てくださってる皆さん、それぞれいろんな予定を立てたかったんじゃないかなと思うわけです。というか、これ全部ね、僕に当てはまるものでして、こういった予定が一気に全てなくなってしまった、お預けになってしまったという一年でした。ということで、本日は世界の動き、そして日本政府のリアクションを読み解きながら、海外旅行に行けるのが一体いつになるのかっていうのを徹底的に予測をしていくという動画になります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお伝えしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、観光再開の時期についての日本政府のコメント。日本にいる皆さんがとても気になることといえば、日本人が海外に観光したとしても、帰国時の2週間隔離があるから当面は行けない。それが解かれるのは一体いつなんだということですよね。残念ながら、僕が探す限りでは日本人観光客が帰国をするにあたっての緩和目処について日本政府から公式に報じられた情報は現段階ではありませんでした。ですので、それに関連しそうな情報を探りながらですね、政府が考えていることを把握していきたいというわけなんですね。そこで参考になる情報は外国人観光客の入国の開始時期のお話なんですね。なぜかというと、その措置の少し手前で日本人観光客の帰国緩和もなされるんじゃないかなっていうね、これ僕個人の考え方になります。約1ヶ月前に時事通信が報じた記事がありました。改めて内容を見ていきたいと思います。10月の4日日曜日の朝に伝えられたものですね。東京五輪観光客入国を本格検討、発熱センターを設置、来春施行へというタイトルの記事です。要点を挙げていきます。外国人観光客の入国解禁に向けた対策ということでしたね。来年夏に延期された東京五輪パラリンピックに合わせたものということで、外国人観光客の健康をですね、国が立ち上げる発熱健康相談サポートセンターで管理をしていくというものでした。実施の時期は来春からを見込むというふうにありました。情報源は政府関係筋とありましたので、リーク記事の類のものですよね。おそらくここで伝えられる内容に沿って日本政府からの正式発表が段階的に行われるものとは思いますけども、今の段階だとね、まだ公式な発表ではないので、あくまでもこういう考え方もあるという参考程度でいいんじゃないかなと思うわけです。もう少し深掘りをしていきましょう。ポイントはこちらです。短期滞在ビザの取得が必要となる可能性が高い。健康アプリのインストールが前提。あとは、渡航前の陰性証明の取得と民間の医療保険への加入が必要ということで、これらはすべて14日間隔離を条件付きで解除するためのルールにも見えますよね。一つずつ解説をしていきたいと思います。まずはですね、短期滞在ビザの取得が必要となる可能性に関してなんですけど、渡航前に日本大使館に出向く必要があるというふうにね、記事にありましたので、観光目的を含む短期滞在ビザの発給を想定している可能性があります。要するにね、来年春の時点でいきなりビザ免除プログラムを復活させるわけではなさそうだという見方ができるわけなんですね。そして健康アプリの存在についても話をしていきましょう。このアプリそのものは名前の通りですね、自分の状態を日々申告するものだと思われます。
なんですけど、申告漏れが多発するということも十分に想定されるでしょうから、政府としては発熱センターなるものを設置して、申告がない人に対してはスタッフが、例えばね、直接連絡をしたりだとか、何らかのコミュニケーションをある程度強くね、取っていくという対応が考えられるわけなんですね。あとは、位置情報までを追っていくのかどうかだとかね。日本だとどこまで厳密にルール化をしていくのか、ここは多少難しいところがあるかもしれませんけども、こういったところが健康アプリの検討事項になるんじゃないかなと思うわけです。あとはですね、陰性証明の取得であったりだとか、民間の医療保険の加入についてですね、すでに各国でも似たようなスキームがありますので、今後の渡航条件として、これらがコロナのね、完全収束するまでの一定期間、スタンダードになりそうだと感じるわけです。渡航前の陰性証明については、価格がね、こなれていってほしいところではあるんですけども、一応ですね、日本の価格帯、最新のものを知りたい方がおられましたら、こちらの動画で詳しく解説してますので、ぜひご覧になってみてください。では次参りましょう。2。国際線フライトは復活できるのかという話ですね。国際航空運航協会の IATA が予測する空港需要回復が報じられていました。7月末時点の予測はこちらでしたね。2020年の世界の旅行客は前年比で 45% と予測されているようですね。そして来年の2021年が 70%。最終的にはね、2024年に 100% というふうに予測されていました。今年がね、45% というのは、個人的にはね、少し多いなぁと。実際はもっともっと少なくなっちゃってるんじゃないかと、思うわけでして、案の定ね、IATA が最近この数字を塗り替えてきましたね。こんな感じでした。10月末時点の予測として、今年のね、2020年の予測、34% に下方修正でした。で、来年のね、2021年が 54% ということで、これもね、下方修正ということで、100% まで回復する時期がいつになるのかは記事の中では明言されていませんでしたけども、いずれにしても2024年よりも前倒しの予測とはならないんじゃないかと思うわけです。IATA の予測を立てた方はね、こんな風に思ったんじゃないかなと勝手に考察しているわけなんですけど、こんな感じですね。当初は2020年末には回復ね、ある程度してくるので、1月、2月と、あと3月の前半、あとはね、11月と12月あたりの需要をね、これ織り込んで、それでも前年比で 45% はいくんじゃないかと予測をされてたんでしょうけども、実際のところね、蓋を開けてみると入国規制がずっと続いてしまっていて、今年は34% ということなんで、ほぼ年内については国際線の回復はないと見切りをつけた、そんな数字ではないかと捉えざるを得ませんよね。専門家が予測する以上にね、国際線は厳しいという状況だと思うわけです。エアラインのニュースに関しては本チャンネルでも取り上げているんですが、そのほとんどがリストラですとか人員削減についてなんですよね。6月にはセブパシフィックが大量解雇へ突入という動画を上げましたし、7月には韓国系エアラインの中でもイースター航空の経営が立ち行かなくなっているだけではなくて、買収計画もですね、おじゃんになっている件、動画で報告をさせてもらいました。9月にもフィリピン航空が大量解雇検討へということでね、解説をさせてもらっていました。そしてですね、運転資金が底をつきそうになった ANA なんですけど、資金投入をね、実施しているという件についても、これは10月にね、こちらの動画で詳しく解説をさせていただいています。こんな風にですね、エアライン業界のニュースというのはたくさん出てきてるんですけど、動向をまとめるとこんな感じじゃないかと思うわけです。固定費の削減。これはリストラだとかね、給与カットとかですよね。そして国際線リソースへの、機材、人員のシフト、融資投入で余命を確保していくという、こんな感じです。リストラですとか、給与カットのね、報道がずっと続いていってしまうと思われますけども、これは逆に言えばですね、会社として固定費の削減を都度判断しているというわけなので、苦渋の決断ではあるんでしょうけども、存続のために必要な措置を淡々と取っているんだというふうにも見えるわけです。その一方でですね、渡航制限が緩和されてくると、それとほぼ同時にですね、国際線の便数が増えますので、このあたりは政府の動きと旅行需要っていうのは完全にね、連動しているというふうにも言えますよね。体力を温存しながら国内線に一旦は集中しつつも、国際線復活の時期を狙ってじっと耐えていくというね、なんだか我々のね、心の中と同じような気がしてますけども、こんな感じで、コロナを乗り切るという声がね、ほとんどのエアラインの状況なんじゃないかと思うわけです。
そんな中でも9月にありましたよね。エアアジアジャパン事業断念へということで、こちらの動画で報告をさせてもらったように、完全撤退がやむなしという会社はね、出てきてしまうんじゃないかとも思うわけです。すべてのエアラインがいきなりね、こういう風になるというわけではないんでしょうけども、温存対策だとか、需要回復をね、うまく舵取れないようなエアラインっていうのが、今年と来年にかけてね、いくつか出てきてしまうということは、ある程度は想定しておいた方がいいんじゃないでしょうか。目安としては2022年以降とかでね、回復基調が見え始めて2024年まで耐えしのげば、エアラインとしてはひとまずのサバイバルができたと、生き延びられたということになるのかもしれません。それでは、肝心なですね、海外旅行の再開がいつだと言えるのか、最後の話題に進んでいきましょう。3、あり得るシナリオ3選を徹底予測。ということで、マクロな視点から掘り下げる形で、あり得そうなシナリオを一緒に描いていきましょう。マクロな視点をね、何使いましょうかね。先ほど皆さんに報告をした IATA の旅行需要の回復予測を使いましょうかね。こちらです。今年の着地が 34%、来年が 54%、あとは適当にね、2024年に 100% となりそうな回復率を想定しておきました。このために何が必要ですか？こちらですよね。外国人向け観光ビザの発給、日本人帰国時の隔離免除、ビザ免除プログラムの復活。もちろん日本とね、各国相互にということですけど、そして最後には世界各国で陰性証明ですとか入国時の隔離が撤廃されるという流れですね。これらが旅行需要の回復に最低限必要な条件だというふうにね、僕の方で想定をさせていただきました。こちらを3つのフェーズに分割していきます。こんな感じですね。フェーズ1が外国人向け観光ビザ発給と日本人帰国時の隔離免除としてみました。そしてフェーズ2がビザ免除プログラム復活となります。最後にフェーズ3なんですけど、世界各国で陰性証明、入国時の隔離が撤廃ということで、ここまで来るとね、完全に観光産業が、ここからね、以前の状態に戻っていくということを想定して、この3つのフェーズで分けてみましょう。それでは楽観的予測から見てまいりましょう。フェーズ1の外国人向け観光ビザ発給、あとはね、日本人帰国時の隔離免除なんですけど、来年の2月に開始されるというふうに想定してみました。どうですかね？まだ期間がありますので、僕としてはね、これ十分にあり得るんじゃないかなと予感を持っています。特に欧州ですとか、米国の陽性者の数がね、この増加数が落ち着いたりだとか、あと日本だとか周辺国がこの冬を乗り越えられるかどうかにかかっているようにも思いますよね。そしてフェーズ2なんですけど、ビザ免除プログラム復活を来年4月というふうに予想してみました。日本政府筋のリーク記事からすると時期尚早なような気がしますけどね。これはあくまでも楽観的予測ということで、ここはひとまず4月としてみてみましょう。そして最終的に世界各国のおおむねの国で陰性証明ですとか入国時の隔離が撤廃されていくのが来年の10月以降としてみました。これには有効なワクチンが完成して出回るとかですね、陽性者の数がね、すでに各国で落ち着いているという必要があるんじゃないかと思うわけです。それでは次、中間的予測を出していきましょう。こちらです。フェーズ1を来年4月としてみました。これは日本政府筋のリーク記事にほぼ沿った形だと思われます。そしてフェーズ2が来年10月、フェーズ3が来年4月という感じですね。日本を含めまして世界各国がこのあたりのね、緩和レベルに足並みが揃っていけば、おおむね IATA が予測している旅行需要の回復、これがね、数字通り進みそうな気がしませんでしょうかね。それでは最後、悲観的予測を出していきたいと思います。正直なところね、これあんまり見たくはないということなんですけど、ありえそうな話として出していきたいと思います。フェーズ1が来年の10月、フェーズ2が再来年の7月としてみました。日本政府としてはオリンピックがあるので、この悲観的予測に関しては何としてでも避けていく方針だとは思いますけども、すでに台湾の観光局なんかはですね、来年10月の観光スタートという声明を出してるぐらいなので、全くありえない話でもないと思われるわけなんですよね。ということで、我々の年末年始の予定に関係しそうな足元のお話、こちらにね、掘り下げをしていきたいと思います。ズームアップしていきましょう。改めて楽観的シナリオから参ります。外国人向け短期滞在ビザの発給、渡航前の PCR 検査の費用が1万円程度に価格が下がるという感じですね。あとは帰国時の隔離免除、低リスク国から段階的にということですけど、PCR 検査ですとか、必要に応じてビザ申請の手続きがね、面倒そうではありますけども、自分の意思で来年の2月
月頃から渡航を判断することが、これだったらね、できそうですよね。中間的シナリオは、この開始時期が4月になるという予測になります。このあたりだとまだギリギリ、オリンピック需要最小限ではありますけども、見込んでいくという意思表明になりそうです。悲観的シナリオがこちらですね。来年の10月までは観光再開しないという流れですね。さすがにこれだと IATA の旅行需要回復がさらなる下方修正になるでしょうし、何よりオリンピック中止判断に結びつきますんでね、日本政府ですとか、航空産業、観光産業としては何としてでも避けていきたいというところなんだと思います。そして最後に楽観的予測をさらに上回る超楽観的予測もね、僕の期待も交えて皆さんに提示して終わりにしたいと思います。こちらになります。今年の年末から外国人向け短期滞在ビザの発給、そして日本人の帰国時の隔離免除が実施されるというものですね。年末年始は海外で過ごすという選択肢についてはね、まだ諦めたくないという僕の勝手な願望ではあるんですけども、こちらについてもですね、悲観的シナリオが 0% ではないと言えるのと同じように、全くありえない話でもないんじゃないかなということでお伝えをさせてもらいました。さて皆さん、どちらのシナリオが一番可能性が高いと思われましたでしょうか？またはね、ここに載っていないような第4、第5のシナリオがあり得るのでしょうか？ぜひご意見をコメントでいただければ嬉しいなと思います。本日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。